お願いします。よろしくお願いします。はい、今年もやってきましたセントレアホール RCDC2022 ですね。そうです。ブースの方はね今日からですけれども、木曜入りしてコースの方も設置してやってますので、今日からはやっぱり選手の皆さん来られて、周りのブースも賑やかになってますんで、はい、一応 RC926 ブースも一応今年はもう去年もそうだったかもしれないですけど、より真鍮パーツ多めであ、この辺ね増えましたね。去年もいっぱいありましたもんね。そうですね。はい。でその延長線上で、結構その RCBC レギュレーションでリアの軸重がっていうことで、今年から1000から 1250g っていう風に変わってたりしてるので、はい、参加されてる選手ですね、ちょっとその辺が足りないところは、重りっていう感覚っていうよりかはスペーサーとしてその方が比重があるんで、各部使うことでウェイト効果もあるかなって感じですね。はい、こんな感じにいろいろ使ってみたり、ちょうどガヌムはですね、サスマウントのスペーサーとバルクのスペーサーにも使えるんですね。はい、なんでちょっと裏回りはこんなキンキラキン仕様だったりしますけど、この抜き方がやばいです。ちょうど写真もガヌム用で今発売してます。発売してるのはこれですよね。そうですね。はい。出てます。いや、かなり柔らかい動きになりそうですね。去年は YD2 用で2.1 ミリ圧だったんですけど、今年はこれガヌムは 2.4 ミリ圧ですね。2.4ミリ圧。はい。なんで適度にロールはするけれどっていう感じのですね。で、今年は、あとはこの長いスプリングですかね。こちらね展示しております。はい。この長いスプリングを出した意義っていうのは、これはですね、実際に RCBC の PV でも流れてますけれども、商品名としてはローディングスペシャルスプリングっていうことで、よく他で言うと貸し借りスタイルとか、いろいろ呼ばれてるようなのはあるんですけれども、よりもう少しなんでしょうね、レーシングっぽいって言い方も変ですけど、ただ傾くだけではなく荷重を回してる感をより出したいかなっていうところ、プラス重くしないと車が動かないっていうのじゃなくて、実際に車はこちらもあるんですけども、こういった重りっていう重りはさほど、こっちみたいにこういうウェイトを積まないでも、ちゃんと車が動きますよっていうタイプですね。そうですね。スプリングこういった形ですとか、フロントがまたこういった感じですね。で長いスプリングを、柔らかくて長いスプリングを潰して使うことで、こういう風にしなやかにこうやって動くような感じですね。荷重を回す。そうです。前だとね傾いてベトーっていうのがあったけど、なのでちょっとそこの部分をよりただ動きだけではなく、その先としてコンペでも今度戦えるようなスプリングをということで、ちょっとまずはこれはまず動く車を体験してもらいましょうというところからのまず8種類ですね。線形が 0.9 ミリ、あとは例えばこちらで線形1ミリですね、なるんですけれど、0.9 ミリになってくると最近の陸の車ってフロントが軽くなってると思うんで、軽い車でフロントをあんまり硬いバネ入れちゃうと車高が落ちなくなってしまうんですね。でそれで車高をある程度のところで確保できるということで、線形が 0.9 ミリのものを用意してあるという感じですね。で線形1ミリの方でも長さが50ミリと45ミリですね、そこの数字ですね。で45ミリの方のが全体的にレスポンスが上がるタイプですね。で50ミリの方のがしっかりとバネを潰して奥でコントロールしやすいようなって感じですね。いろいろですね、動画にも上がってたりはしてるんですけど、やっぱりさっきあったようなこういうスムーズな動きですね、を出せるようにっていうところで、今年はそうですね、それに合わせて、去年までなかったこういったバッテリーを今まであったこういったウェイトをただ稼ぎたい的な形のプレートだったんですけど、それをこのバッテリーのポストですね、ハイマウントバッテリーポストを使うことで、こっちのガルムみたいにこれは70ミリを使ってるんでだいぶ上に上がってますけれど、すごいですね。こういった重心をバッテリーの重量物を上に上げることで、初期の動き出しを良くしてあげるということで、車がよりロードしやすいという感じですね。なるほどね。動きを誘発しやすい方向にしてあるという感じですね。あまりにも的確な説明でグーの音も出ません。本当ですか？であとは結構意外とその副産物的にさっき言ったいろいろ真鍮のパーツがあるんですけれど、こういったものを適材適所をうまく使うことでですね、例えば、こちらなんかですと YD2 シリーズ用のアッパーアーム HT でこれハイトラクションですね、ブラススペーサーセットっていうのがあるんですけれど、場所でいうとここですね、
ああ、なるほど。でこちらに使うことで、ですね、なかなか説明が難しいところあるんですけれど、通常標準はプラスチックのスペーサーで、他ですとやっぱりアルミのスペーサーを入れたりすることがあると思うんですけど、ここに真鍮を使うことでですね、粘りが出ることでフロントの手応えが上がるっていうんですか、そういうような細かいところにうまく使ってもらうことで、同じスペーサーでも、同じ厚みがあっても、その真鍮の素材をうまく生かす設定ですけれども可能になります。コイルスペーサーっていうのもあるので、これは本当にちょっとこれ組んであるように見えないですけど、ちょうどここの間ですよね。そうですね。そこに入れてもらうことで、これも単純にアルミのスペーサーと比べて真鍮の方がこれ 0.5 ミリ厚なんですけど、はい。ほんのちょっと比重があるということで転がるんですけれども、そのフロントのなんですね、手応えというか操作感のレスポンスが上がるみたいな感じですね。あと商品としましては大ヒット商品の大ヒット商品はやっぱりこちらですかね。ハイトラクションインナーね、これがやっぱりですね、去年実は発売して RCDC の2021年ちょっと前に発売したんですよ、で去年はそこまでまだ皆さんに浸透してなかったんですけど、おそらく今年は結構な方が使ってらっしゃると思いますので、これ自体はすごくシンプルなんで、こんな感じですね。ちょうどこれはレグリサのホイールなので、ちょっとここがテーパー形状になってるので幅は狭くなってますけど、これをオーリングとこっちで加えてもらうと、このスポンジにこの滑り止めのゴムがついてることで、すごく路面からのインフォメーションが上がって、すごい手応えが上がるような感じです。これもまあ組み込みも今みたいに簡単にスッと入るんですけど、これが組み込むときにスカスカになってきたら交換時期だと思うので、そんな高くないものなんで、手応え薄くなったらぜひ新しいのを、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい。で、あとこれね、はい。ベルトコンバ。ベルトコンバ、トップライさんの方からまた新しく再販されて、でちょっとうちの方ではやってないんですけども、ハントルク用のモータープレートとかもトップライさん発売されてますので、はい、その辺と組み合わせていただけるとね。まずはこのガルム系のベルト、そうですね、今ガルム用のベルトですと新しいので、ちょっと見にくいですけれども、こうガルムのリアマウント用のモーター、リアマウントキットですね、そちらに合わせたベルトも今発売してます、それがこちらですね。通常のガルムですと 150mm のベルトなんですけど、リアマウント用になってくると少し長くて 171mm ですね、長いベルトになってるので、ちょっとこだわりがありまして、今までうちの方 4mm 幅とか 3.5mm 幅だったんですけど、オーバードーズさんのガルム用のプーリーの幅が、実質 4mm 弱ぐらいなんです、なんでそれに合わせるためにこういうこだわりの 3.8mm 幅という感じです。これがいいところではあると思います、実際にこの商品開発してもらうのにオーバードーズの潤太君にいろいろと手伝っていただきながらですね、耐久テストもしてもらってすごくいい感じになっていると思います。ちょっと意外と忘れちゃいけないこの辺大体皆さん使ってらっしゃると思いますので、38電磁シートですよね、これも結構使ってる人多いです、こんな感じで皆さん使っていただけてたりしてると思うので、あと個人的にですね、キャパシターとかにやると意外といいですよ。キャパシター？キャパシターも要は蓄電池じゃないですか、なのでここに使うとちょっとスロットのレスポンスが上がるような感じです。あんまり上がりすぎるときは外してもらってもだと思うんですけれど、使ってみていいなって時と、あんまり感触が良くないなって時であれば、もう本当にそれまたつけて外したりしてもらえば。そうですよね。ではこの後予選があるので審査の方頑張っていきたいと思いますので、選手の皆さんも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。